Hi everyone, I'm Yuka. Welcome to our channel. Today we're gonna make 巻き寿司 rolled 寿司。私の出身は鹿児島県でして、おばあちゃんが宮崎に近い鹿児島県に住んでるので、おばあちゃんのお家に行った時にレタス巻きっていう巻き寿司を昔よく食べてました。なので巻き寿司はとてもいい思い出の味がしますね。今日はスモークサーモンの巻き寿司とツナを使った巻き寿司を作っていきたいと思います。巻き寿司 is an easy and healthy dish with fish, vegetable, or other ingredients rolled in rice wrapped with seaweed。でまずきゅうりを切っていきます。きゅうりはまずヘタを取ります。そして縦に切る。で種を切ります。コンポスに入れるか捨てちゃってください。この種があるとどうなるんですかね、猫先輩。食感が悪くなる。きゅうりのパリパリ感が欲しいので種を取るのじゃ。次半分に切って、きれいなことキュッてやって、じゃらー半分に切って、はい、でさらに半分。手で剥けるはず。はい、手でその方が色がきれいなのじゃ。滑る。そのままにしとくと色が変わるので、酢を少し振りかけておけ。レモンという人もいるが、今はレモンがないので。半分入れるんですね。酸っぱいのをね。それをそれ一杯ぐらい振りかけるのがいいのじゃ。次はシーチキンかな。シーチキンって言わないか、ツナ缶ですね。私がね、ダニエルにシーチキン買わないとって前言ってたんですよ。そしたら、シーチキンって何って言って全然理解してくれなかったんです。でシーチキンって商品名ですよね。で、外国ではツナって言うんです。シーチキンって海の鳥っていう意味。これスプリングウォーターのやつなので、これね、にゃんこにあげるの。ある程度ツナ缶のお水を取ってで、この中にマヨネーズと大さじ1杯ぐらいかな。お醤油ちょっと。数滴。そうするとぐっと日本食っぽくなるから。そうだね。それはご飯と寿司飯とつながる接着剤的な役割なんじゃ。今度あんまりマヨネーズ入れすぎると水っぽくなるので。サーモンを使います。あとお好みでクリームチーズ。まずお酢 15cc 入れます。入れすぎた。砂糖 10g。で、そのさらに半分の塩。4分の1。はい。で、混ぜます。どのぐらい混ぜればいいですか、猫先輩。それは絶対分量上溶けないのじゃ。だからあとはご飯の余熱で溶かしていくイメージだな。1カップのご飯ですね。これ合わせます。混ぜる。ちょっと水分が多いなと思っても、はい、だんだんまとまってくるみたいなので切るように混ぜてください。あ、まとまってきた。最初なんか水っぽいかなと思ったんですけど、そうや、寿司のお酢が米粒の中に染み込んでいくのじゃ。よくうちわで仰いだりするのは冷ますためではなく、米と米の粒の間に空気を入れるという意味でうちわで仰ぐのじゃ。いいじょよ。寿司の海苔を使います。売ってるところが結構最近あるんじゃないかな。これ見つけてみてください。ではこれをちょっと軽く炙っていきます。なんで炙るんですかね。海苔の香りと食感をパリパリにするためなんじゃ。海苔が香ってきました。焦がさないようにしてくださいね。ツルツルした方が表なんじゃ。後ろがザラザラしてるんで裏じゃ。半分に折ります。割れない。割れない。ちょっとこんななっても気にしないでください。見えませんのでね。今回はカリフォルニアロールという外にご飯がついてるバージョンをやります。カリフォルニアロールは1960年代に日本人の料理人の方によって発案されたみたいです。普通海苔巻きってこの海苔をお寿司の周りにこう巻いてるのが主流だったんですけれど、アメリカ人の人は海苔を食べたことがなくて、みんなこれがただの紙とか段ボールみたいなのだと思った人もいて、でこれを取って食べる人が続出したみたいです。なのでこの海苔をご飯の下に隠すっていう感じですね。で作られたそうです。今日は裏巻きをやっていきたいと思います。もし巻きすがなかったらどうしましょう、猫先輩。ラップだけでも大丈夫じゃ。今回は巻きすがあるので巻きすを使っていきたいと思います。では巻きすの上にラップを準備しました。ではご飯をのせていきます。
だいたい目の前にある海苔と同じぐらいの大きさに入れるのじゃ。薄く広げるイメージじゃ。では、つるつるした表の方を下にします。真ん中から少し手前側にツナを引いていきます。おっと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 。ツナツナツナ。きゅうりも乗せていきます。では、これを巻いていきます。どうやって巻くの？猫先輩。ラップだけ持って、こうですね。で、前に行ってください。で、そこで一回クッと倒して、はい。まあ、そうそうそう。クッと倒す。そしたらまたラップをちょっと持ち上げて、おー。くるくるっと巻いてください。おー。巻けた。そしたら、巻きすで押さえて、形を整えるのじゃ。まん丸ですか？それともなんかちょっと四角っぽいのかな？どっちでもいいのかな？お寿司屋さんは丸、日本料理屋さんは四角なのじゃ。家庭料理なのでですね、どっちでもいいですよ。力加減はどのぐらいで？ダニエルと握手するくらいがいいのじゃ。優しくですね。キュッキュッとやっていきます。今度はラップの両端を持って、それをくる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 っとまな板の上で転がしてみるのじゃ。そうすると端がまとまってくる。開けていいですか？開けなくていいのじゃ。開けなくていいの？ラップの上から切るのがきれいに切れるのじゃ。まず布巾を濡らすのじゃ。木を濡らす。包丁をはい。布巾で少し拭いて湿らせる。そのラップごと切るのじゃ。これなんかたまにこうやって火で炙ったりする人もいません？する人もいるのじゃが、それだと包丁を傷めてしまうし、あとその火で炙って切るのはパンを切るときによく使うのじゃ。お寿司はもう水分で十分なのじゃ。で、真ん中からノコギリのように優しく。じゃーん。どうですか？切り口きれいになってますか？あ、きれい。ではまず端を落とします。みんなが私日本人だから寿司作ってって言うんです。でも寿司日本人も作れないよ。なので今日はちょっと寿司をねマスターして巻き寿司を作ってあげたいと思います。でもこうやって見るとそんなに難しくないですね。そしたらそのお皿にラップを外しながら盛るのじゃ。これは裏巻きというんじゃが、裏巻きはサランラップを敷いて海苔を置いてから具材を乗せて巻くのでとても簡単なのじゃ。若い料理人にはすごいやりやすい方法だったのじゃ。では次はごまを振りかけていきます。白ごまですね。何でもあるごまでいいです。チャラチャラチャラブラブラ。次はですね、マヨネーズをサランラップにギューッと出します。これ絞ります。何ができるか皆さんわかるかな？くるくるくるっと絞りますね。こんな感じですね。これでちょっと刺します。ちょっと穴が開きました。このマヨネーズで綺麗にデコレーションしていきたいと思います。あー、綺麗。はい、できました。いただきます。初めて作ったにしてはすごい綺麗な巻き寿司ができました。カリフォルニアロール裏巻きですね。大人の方は今回わさび入れてないので、わさびがお好きな方はわさびを入れてお醤油で食べてください。ツナの方からいきます。おいしい。きゅうりがサクサクしててとっても美味しいですね。ツナも絶対みんな好きですね。アボカドとサーモンとクリームチーズのをいってみます。美味しい。
お店の味がします。お家でも簡単に作れるのでぜひ試してみてください。クリームチーズちょっと多いのかなと思ったんですけど、スモークサーモンとアボカドとあって結構入れても美味しい。日本では巻き寿司は江戸時代から人々に食べられるようになったようです。江戸時代には巻き寿司を外で食べる、コンビニみたいな、なんていうのかな、屋台、当時のファストフードとしてお手軽に食べていたようなんですけれど、大正時代になって家庭料理としても親しまれるようになっています。韓国でもキンパっていう巻き寿司皆さんよく食べてますね。お国でもまた作り方が違うみたいですね。うちのダニエル君に巻き寿司好きって聞いたんですけれど、大好きだった。やっぱり好きですね、日本食。で、ニュージーランドでも最近は寿司トレインって言って、日本でいう回転寿司ですね、があります。ニュージーランドに限らず多分世界中寿司トレインってありますね。で、あとは普通のお寿司屋さんのテイクアウェイとか、持ち帰りでフードコートとかに売ってたりもしますし、でそこで巻き寿司をよく買って食べてたみたいです。海外でもヘルシーな料理として皆さんに親しまれている巻き寿司です。で、一つアドバイスがあります。だいたい日本ではマグロを入れたりしますけれど、あとはエビかな、生魚とかですね、何でも好きな具材を入れるんですけれど、海外では生魚を食べる習慣がないところが多いので、スモークサーモンとかチキン、今日作ったツナとかを代用していただけると皆さんに喜んでいただけるんじゃないかなと思います。あとはビーガンの方も最近いらっしゃると思うので、お野菜だけでも構いません。基本的に具材は何を入れてもいいので、好きなお野菜を入れたり、好きなものを中に巻いて作ってみてください。もし酢が嫌いな場合、酸っぱいのが苦手な方はドレッシングをご飯に混ぜていただいてもいいと思います。See you soon!